皆さんこんにちは。今ですね、カロラクロスにこれまで乗ってきていたんですけれども、ちょうど今のホンダ車である ZR-V の方に乗り換えました。我が家ではこのトヨタ車とホンダ車を交互に乗るよというタイミングが結構あるんですけれども、車の作り方の違いで乗ってる時の感覚違うところ結構あるんですよね。今回はトヨタ車に乗った後にホンダ車に乗って気づく違いお話しできればというふうに思います。まずですね、やはり乗って一番気づくのってアクセル踏んだ時の車の動き方なんですけれども、これベース L の方でもそうです、他の車もそうなんですけど、やはりホンダ車ってやはりこの発進って緩やかだなっていうのは乗っていて思います。カロクロであったり、シエンタもそうでしたけれども、トヨタ車踏んだ時のトルク結構強く出るので、アクセル踏んでキュッと出てくる、動いて出すっていう感覚があるので、あれにね結構何時間も乗って慣れた後にこの車に乗り換えてよいしょってアクセル踏んでみると結構緩やかに発進していくっていう感覚、もうそこでね動き出しの仕方違うんです。今も青信号になりまして、カロクロと同じようにアクセル踏んでいるんですけれども、緩やかに発進していきましたよね。でこれが実際にカロクロだったらもっとこうロケットみたいにビューンってスタートしていくんですよ。どっちがいいかっていうのは人それぞれの好みによるので、どっちが絶対正しいとはいうことはないんですけれども、同乗者一緒に乗ってる方がどっちが優しいかっていうと、やっぱりこっちのホンダ車の動き出し方の方がとても優しく感じると思うので、個人的にはこのホンダ車の動き出しの方が、乗っていって楽だなっていうところ、これをね感じるんじゃないかなというふうに思います。カラークロスもそうですし、シエンタもそうですけど、やっぱりロードノイズが低く抑えられている車でしたので、実際にこの ZR-V ですら乗り換えて幹線道路とかを流していると、結構ロードノイズが入ってくるタイミングがあるなっていうところを感じます。まさにね、同じ道を乗って戻ってくるみたいな感じで走っているので、この道ではこういったザラザラ路面だったんだなっていうところを強くね、感じるというか、再確認できるぐらいに音がね、結構入ってくる部分っていうのが乗り換えてみるとその部分を感じるなっていうのは思います。乗り換えて思っているのがブレーキの扱いやすさですね。これはもう市場とかの短時間の乗車でも分かるぐらいの違いだとは思うんですけれども、このブレーキの自然な取り扱える感覚、ブレーキの自然さっていうのはホンダ車に特有として出てくるところだなというふうに思います。この速度をこう出しながら走っています。ブレーキをかけます。で、同じぐらいの速度を出しながらブレーキかけた時のブレーキの踏みしろもそうですし、ブレーキの制動力の立ち上がり方もそうですし、止まる時の自然さ、そういうところも含めてやはりホンダ車乗り換えてみると、やっぱブレーキこっち扱いやすいなっていうふうにすごく感じるところかなと思います。乗り心地というところなんですけれども、乗り心地に関しましてはやっぱり皆さんホンダとトヨタの昔から続くイメージとしまして、やっぱりホンダ車ってどちらかといったらスポーティーな車が多くて、トヨタ車はもちろんスポーティーも得意なんですけれども、やっぱりセダンとかねすごく得意でたくさん作ってたメーカーということもあって、その2つのねちょっとイメージの違いはあるかなというふうに思います。で実際やっぱり乗ってみますと、やっぱ乗り心地っていうところにも両者それがちょっとずつやっぱり残っているところはあるかなと思います。今の車は昔の車よりもやっぱりボディ剛性が高めなので、決してその乗り心地がいいとしてもそのボディ自体が硬くなっているのでちょっと衝撃をねどしんどしん感じる時はあるかもしれないんですけども、それでもやっぱりトヨタ車の方がマイルドな感じはすごくあります。でホンダ車の方はですねやっぱりそのステアリングを切った時の緻密な感じというかそういう感じも強かったりもしますので、そうするとやっぱりその足回りってところもちょっとぐにゃぐにゃにしちゃうと、そこら辺との合わなくなってくるので、そのあたりもあってかやっぱりどうしてもホンダ車の中で柔らかいと言われている車でも多分トヨタ車と比べると硬いなって感じられる方の方が多いんじゃないかなというふうに思います。一方そのトヨタ車に関しましては非常に、乗り心地よく優しく乗れるような印象。例えばその我が家で乗っておりますカローラクロスに関しましては SUV なんですけども、 SUV の中では非常にセダンっぽい感じの乗り心地、優しい乗り味になっておりますので、やっぱそのあたりの違いっていうのはすごく両者あるかなというふうに思っておりますので、トヨタ車からホンダ車に初めて乗り換える、ずっとトヨタが大好きだったけれども初めてホンダ車買ったっていう方ですね。これうちの親なんですけども、本当うちは親はトヨタ信者でトヨタずっと買ってたんですけど、一回ホンダ買った時にはやっぱり乗り心地がねちょっとこう固めかなとか話をしてましたので、やっぱそこの違いを感じるところかなというふうに思います。
であともう一つが、まさにね乗った瞬間のこの視界ですよねをする時の視覚の少なさっていうのは、まさにあるので、ホンダ車の方が運転しやすいなっていう感覚っていうのは強く感じるんですよね。これはこの車もそうですし、ベゼルとかもそうです、フィットもそうなんですけれども、やっぱりこの視覚を本当に減らしてくれているっていう、そういった車だからこそなんですよね。で、ホンダさん自身もそこに気を配ってくれている車作りをしているので、乗っていてすごく扱いやすいな、運転しやすいなっていう感覚が芽生えるのはやはりホンダ車特有だなっていうふうに思うところであります。決してカラークロスだったりとかトヨタ車が運転しづらいよっていうことでは全くないんですけれども、よりねこう乗った時の気持ち的な部分でのプレッシャーの少なさも含めてやっぱりこちらの方がすごく乗りやすいなっていうふうに感じる、そういうものになっていると思います。であとですね、燃費なんですけども、燃費につきましてはその都度ね実燃費を測ってるわけではないですし、多分使ってる環境によっても違ってきますので、あくまでも我が家で、しかもそのメーター上で出てくる燃費をねなんとなく毎日チラチラ見てる中での感想になるんですけれども、おそらくトヨタ車の方が燃費は出てるかなというふうに思います。やっぱりそのトヨタさんのハイブリッドシステムっていうのはパワーフローを見ていても本当にこまめに使い分けてるな、多分燃費がいいところをすごく常に探しながら走ってくれるようなハイブリッドシステムになっておりますので、やっぱその恩恵もあってか、やっぱり出てくる数値っていうのは、大体カローラクロスですと21とか2とかになってきます。で一方このホンダさんの EHEV もね非常に燃費よく走ってくれるんですけれども、やっぱりその数値上メーターで出てくるものに関しましては、ZR-V だと大体今こんな感じで 15.2 とか出てますけれども、冬場とかそういうのもあると思いますけれども、大体今20はなかなか我が家では見ないかなという数値になっております。でベゼルに関しましても、大体ね20ぐらいはいくんですけども、やっぱカローラクロスのその20を超えてますっていう状況にはなかなかならないので、やっぱ燃費という面ではやっぱりトヨタ車の方が出てくるのかなというふうに思います。もしそのあたりを重視して車を選ばれているという方がいらっしゃいましたら、やっぱりどうしてもトヨタ車の方がね燃費は出やすいのかなというふうには思ったりもします。ハンドルの動き方ですね、切った時の動き方がやっぱり違うなっていうのは感じます。カローラクロスとか、シエンタもそうでしたけど、ステアリングを切り込んでいきますと、で切り込んだ時って結構敏感に反応をするんですよね。カローラクロスに関して言うとハンドルもそんなに重くないので、スッスッスッと車が動いていくと、狭い路地であったりとかそういうところで扱う時にはハンドルも軽いのでもうくる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 回しちゃうので扱いやすさにはつながるんですけれど、ハンドルをこう操作した時の動き方がすごく自然に動くのかというと、ちょっとねこう動きすぎちゃう感覚っていうのは個人的には感じるところですね。そうやってクイックにキュッて動いてくれるのはとてもね個人的には嫌いではないんですけれども、でも乗っていてそのあたりっていうのがカラークロスっていう車、とてもね快適性が高くとてもゆったりと乗れる車であるわけですよね。そういったゆったり乗れるっていうキャラクターにしては敏感に舵が動くなっていう、そういう印象があると。でシエンタも形のミニバンなんだけれども結構ハンドルがクイックにキュッキュッと動いていくので、なのでミニバンらしくない動きをするっていう話をしてたんですね。でなんですけども、このベゼルもそうですし ZR-V とかもそうなんですけれども、やっぱり乗っていて思うのがクイックにしすぎていないっていうんですかね、ハンドルの動き方が自分がこう思ったようにこうやってハンドルを切っていた時に、やっぱり自分が思った通りの想像した通りのこの車の動き方をしてくれるっていうところが個人的に乗っていて、違いとして感じるところになるかなと思います。ハンドルを切っていた時に車がこう動くよねっていう自然な感触をこう味わわせてくれるレベルとしてはホンダ車の方がそこは高い。やはりそこはすごくこだわっている。特にZR-V とかもそうですし、ベゼルもそうなんですけれども、やっぱりそういったこだわりを感じるハンドルのさばきがされているかなというふうに思います。車種とかにもよると思うんですけども、これまで実際所有してきたトヨタ車とホンダ車の違いで、新車の状態ですごく感じるところなんですけども、新車の匂いがホンダ車の方が強いというか、何かしらの匂いがするっていうところがあるかなと思います。でトヨタ車ももちろん新しい時に新車だっていう感じのね匂いはするんですけども、その新車の匂いがちょっと強めじゃない気がしておりますし、例えば1年乗った時にどちらの方が新車の匂いが残ってるかっていうと、ホンダ車の方がちょっと当時の匂いがね残りやすいかなというふうに思っています。であとその匂いの違いにつきましても、トヨタ車の方が
どちらかといったらあまり鼻をこうつくような匂いは少なめかなというふうに思います。ホンダ社の方が接着剤なのか使ってる生地のものなのかわからないんですけども、少しね独特な匂いがするかなというふうに思います。ですので、その匂いにちょっと敏感な方がいらっしゃる方で、これまでトヨタ車ずっと乗ってきたんだけども、確かに新車の時には匂いがするけれどもそんなに気にならないなとか、乗ってるとちょっと1年経てば結構消えてくれるなっていうふうに感じてたところが、ホンダ車に乗り換えると結構なんか車の匂い強いねっていうような感じを感じやすいのはホンダ車かなというふうに思ってますので、もしそういう方がご家族にいらっしゃるようであれば、買った後にその車内の匂いが嫌だっていうのは多分すごく嫌なことだと思いますので、そのあたり大丈夫かどうかってところはね、一応確認してみてもいいかなというふうに思います。冷房の機器なんですけども、こちらに関しましては最近のホンダ車っていう風な言い方がいいのかちょっとわからないんですけども、例えばフィット4、ベゼル、そしてこちらの ZRV、あとシビックタイプ R と乗っておるんですけども、最近のホンダ車ですよね。非常に冷房の効きがいいです。何が言いたいかというと、その設定した温度、例えば26度とかで夏設定しても結構冷たい風が出てくるということと、あと風量的なところに関しましても一番小さい風量にしたとしても結構その強めな感じで出てくるかなというふうに思うので、寒いというような印象、よく冷えてくれるっていうふうに言った方がいいんですかね。そういうような印象があります。これに比べるとトヨタ車はそこまでいかないのでもちろん快適です。冷房は効かないっていうことは全くないんですけども、ホンダ車が強すぎるっていうような印象がありますので、そのあたりの違いはね結構あるかなというふうに思います。ですのでガンガン冷えてほしいなとかってすごいキンキンっていう表現があるかわからないですけども、冷たいって感じるような冷房をすごく出してほしいっていう車が好きだよって方であれば、もしかしたらホンダ車の方が合うのかなというふうな気は最近しております。ということで今回はですね、朝からカローラクロスに乗っておりまして、先ほど ZRV に乗り換えたのでトヨタ車からですねホンダ車に乗り換えた際に感じる違いということについてお伝えいたしました。今回の動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではトヨタ車とホンダ車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。